shit. Okay. Yeah, no, Yuki is so sick, so I'm gonna buy. And then also pharmacy. Yeah. Because there is pharmacy on the way. Yeah. But also actually my friend take it here. はいはい。俺めっちゃ風邪ひいちゃってさ、血がた。せいさん、はい。久々です。いや、はいって普段言わないですね。はいって言わないから。久しぶりだね。久しぶり。うん、オッケー。じゃあ、砕けた感じでね。砕けた感じで。もう一回。これテイク3なんですけど、実は。1、2がすごい、まさやさんらしくなくて僕からしたら。なんで、テイク3もまさやさんらしくなってることを願うんですけど、まあ簡単に僕からいきなり、まさやさん誰ってなってると思う。タイトルにも書いてるんですけど、まさやさん誰っていうのを僕が紹介していいですか？皆さんに。あ、どうぞ。ぜひ。まさやさんは、間違ったら言ってください。はい。はい。今、アイスランドで活躍中の日本人の作曲家、合ってますよね？合ってます。アイスランドで来る前は、ニューヨークでしばらく、音楽プロデューサーですか？なんて言ったらいいの？そうだね。まあ、作曲家かな。どれぐらいいたんでしたっけ？10年ぐらいですかね。10年ぐらいいて。アドバタイズメントとかね。ああ、広告系とか。そう、広告とか、テレビ音楽とかね。その時はずっとニューヨークにいたんですもんね。そうですね。しばらくニューヨークベースにしてて。はい。で、その後、まあ、ひょんなことがあり、まあ、この後聞いていくんですけど、アイスランドに移って、まあ、そこで、まあ、僕たちも出会ってから多分、3、4年ぐらいですよね、多分。そうだね。っていうので、いろいろ、まあ、普段、くだらない話とかを電話したりとか、する中では、あるって感じの、マサヤさんを呼んできたって感じで、まあ今日は自由に、マサヤさんがなんでアイスランドに来たのかとか、マサヤさんが今アイスランドで何してるのかとか、マサヤさんから見るアイスランドのお気に入りな場所、別に観光地じゃなくてもいいんですけど、とか、まあいろいろ聞いていきたいなと思って。ぜひ。喋るときはさ、カメラ見た方がいいの？いや、どっちでもいい。なんかこう、チラチラ？あ、そうですね。こういう感じ？でも僕見ててもらって、僕今、見てる人に向けてメッセージを送ってたんで、マサヤさん紹介してたんで、まあ別に今回はここからでも、こっちで見ても。こっちでいいの？こっちでもいいです。はい。自由な本で。自由な感じでいいの？はい。OK。いや、マサヤさん、じゃあ、せっかくなんで、出会ったきっかけ話しておきます？いいですね。はい。話しましょう。マサヤさん覚えてます？出会ったきっかけ。もちろん覚えてますよ。僕が、シムレジデンシーっていう、アートレジデンシープログラムがあって、で、そこを訪れた時に、あれどうだったっけな？初めて訪れた時は、多分、しゅうちゃんに連絡しなくて。ですよね。そう。2021年の4月に来て、1ヶ月、まあ制作活動とかしながら。で、一回ニューヨークに戻って、まあ多分しか10月に戻ってくるんだよね。あまりにもアイスランドよすすぎて。よすぎて。よくて。よすぎて。わかんない。日本離れすぎて、日本語が守らないけど。それなのかな？疲れてるのかな？わからん。よさすぎて。確かに今、ちなみにマサヤさん結構体調悪いです。体調悪い中僕が強行でインタビューしてます。よさすぎて。よすぎて。よすぎて。そう。また戻ってきたいってなったんだ。それ何がハマったんですか？やっぱりその空気感と自然と、やっぱりその街の規模とかもいいんだよね。ああ、なるほどね。で僕が来た時はすごい特別な時期だったのは、やっぱコービットのちょうどその尻尾の先っていうか、終わりの時期だったんだよね。ほんまに人いなかったっすよね、あの時期。そう、だから観光客がいなかった。来れなかったから。観光地行ってもほぼ誰もいないみたいな。そう。で、だからすごい人いないみたいな。自然ドーンみたいな、ね。めっちゃ自然みたいな。もうそこでも感動したよね。で、多分ノーロラも見れたのかな？ギリギリ。見えたんじゃないですか。で、ダウンタウンから見えるしね。街の中からね。で、それでやっぱり。そういう空気感、自然とか、でも人とも会って、ここいいなってなったんですか？アーティストレジデンシーって他のアーティストもいろいろいるじゃないですか。そうそうそう。そこでの出会いとかもきっかけだったんですかね。そうだね。なるほど。いい面白い人いっぱい出会ってね。またしてみたいなと思って、10月に来て。で、そこから一回日本じゃない、ニューヨークに戻るんだけど、その時ちょっとやっぱアイスランドのこと調べ始めてさ。でもごめんなさい。じゃあ、ちょっと戻るんですけど、一発目アイスランド行った時の、なんでアイスランドだったんですか？ニューヨークって結構アーティストとか、なんか作っていく人からしたら夢の場所みたいな。夢を追っていく場所で、すごい、まあ溢れてるじゃないですか。
パワフルな人もいっぱいいるし。でもそこから、なんでこのアイスランド、他のいろんな世界の地域がある中で、アイスランドにちょっと手が伸びたっていうか、意識がいったのは何なんですか？もともとやっぱアイスランドを知ってたのね。ビョークとかさ、シガーロスとかアイスランドの音楽のこととかはいはいはい。で、絶対中学生かな、高校生くらいの時に、はいはい。アイスランドで曲作りたいと思ってたの。おお、なるほどね。そう。あ、そんなと昔からあったんですね。そう。はいはいはい。大学生の時かな、なんかあったんだよ、ずっと。はいはいはい。で、そして、ニューヨークに疲れて、うんうん、10年間仕事して、うん、ちょっとこの先行きどうのなんか自分のキャリアを伸ばしていくのかっていうのをちょっと、はいはい、ちょっとあれだなと思って、もっと活動しないといけないなと思って、はいはい、その時にいろいろ考えて、うん、ニューヨーク出たいなって思った時に、アイスランドどうだろうなと思って、ふとね、うん、思い出して。ずっと思ってた、なんか昔思ってた思いが蘇ってきて。そう。今はチャンスだと思って。で、それでそう、レジデンシー。応募して。そう。で、受かって、来てくださいってなったから、あ、これはいい機会だなと思って。で、1ヶ月行ったってことですね。1ヶ月行って。で、ハマって。うん。ありがとうございます。で、ニューヨーク戻って、うん。アイスランドとまたライブ始めて。そう。で、アイスランドってカタカナで打って、YouTube。なるほどね。あ、そうかそうか。はいはい。そしたら、あなたが出てきた。なるほど。ありがとうございます。見つけていただいて。面白い人いるなと思ってね。はいはいはい。そう。はい、ありがたいですね。マサヤさんから面白いと思っていただいて。いや、猫のコンテンツとか。猫ね。僕も好きです、あれ。地味なんですけど。あれいいよね。地味なんですけど。おすすめ。はいはいはい。猫、まあでも、面白い人がいるなって思った時に、で、その時もう住んでたんだもんね。住んでましたね。2020年の3月に来てるんで。うん。そう、それでその、なんだろう、5ヶ月後ぐらいかな。10月か。9月か、10月だったかなに来た時に連絡してくれて、インスタグラムで、インスタでしたっけ、あれメールでしたっけ、インスタでしたっけ、ダイレクト DM したんだよ。僕はこういうものでって言って、もしよかったらコーヒーしませんかって言っていただいてでフレンムルっていうフードコートが今もあるんですけど、そこで落ち合って、そしたらあれですよね、まだ遠くまで僕が歩かせて。そうですね。そこはどこもないけど、まあ遠い。ちょっとね、歩いてカフェに行くっていう、なんか僕なりのなんか、歩いてる時に話しやすいみたいなのでカフェ着くみたいなのが好きだったんで、その到着、カフェで集合するよりそっちの方が好きだと思ってたんで、もうそれをマサヤさんにもしてもらって、マサヤさん住んでるところからフレンムル行ってまた戻るみたいな感じになったけど、そんな感じで。そう、なんかわざわざ遠くまで来たのにここで飲まないんだ。戻るんだと思って。でもね、なんかそのいろいろ。そっからでしたね。そっからですね。で、コーヒー、そう、もっとダウンタウンの中心の方のね、リリーだけ？リリーでしたっけ？違うか。あれはコーヒーのメーカーか。イリーですよね。あれですね、翻訳っぽいとこ。イダだ。イダ。IDA じゃなかった。イダでしたっけ？イダはチョルトリニレイクの、まあいいや。まああるんですよ。これです。今出してます。これです。ここに行って、話したっていう感じですね。それが2021年か。そうだったね。そっからいろいろ僕がニューヨーク行った時にマサヤさんが住んでる家にお邪魔したりとか、なんか 2,3 回は行ったりしてましたよね。懐かしいね。懐かしいですね。いろんなこと、ニューヨークの何でしたっけ、有名な日本人の日本食食べたりとか焼肉食べたりとかしましたよね。覚えてるね。覚えてる。双子焼肉。日本やったら結構低価格で食べれた印象がニューヨークで高かったって印象があるんですけど、まあいいや、思い出話はそんな感じにして、それであったって感じなんですけど。そうだね。で、直近僕は2023年にコペンハーゲンにいて、去年2024年は日本にいたんですけど、その間もマサヤさんずっと今どれぐらいですか、連続でアイスランドにいるのは。2年と6ヶ月ぐらい。2年と6ヶ月ぐらいか。僕ら結構多分長期で住んでる方なんですけど、あんま被ってる機会がなくて、ですよね。そうだね。被ってないですよね。いつもそう、僕がアイスランドに移住し始めた時にいなくなったんだよね、アイスランドから。そうですね。覚えてるもん、初めて来た時、初めてオッケーニューヨークのアパートメントさ、引き払ってさ来てさ、覚えてるな。迎えに来てくれたもんね。迎えに来ました。すごい4つぐらいスーツケースになんか音楽機材とか乗ってね、やってたと思うんですけど、いやそれでそうですよね。だから2年ぐらい経って、で僕から見たらマサヤさんは2年の間に、マスターですよね。マスター大学院行って卒業して、
その後今もなんかすごいライブのパフォーマンスとか、新聞とか、ラジオとか、ちょっと写真出しておくんですけど、ここで。すごいご活躍をされてるということで、大変恐縮なら今日はですね、インタビューをお願いしたいという。持ち上げすぎでしょ。いや、実は今日も、この手前に、まあ、風邪ひいてるんですけど、まさやさん、前にフォトシュートみたいなのがあって、写真撮る会があって、ちょっと恐縮ながら、すいません。口こう違ったね。違うね。なんか血乗りながらスーパー買い物に行ってました。なんですけど、だから最近すごいやってるじゃないですか、ライブパフォーマンスとか。うん、いろいろやってますね。でもあれですよ。なんですか？日本人がいないから、日本人ってだけで。そうなんですか？わかんない。いやいや、目立つんだよ。ただ謙遜してるだけでしょ。いやでも本当にそういう部分あるんじゃないかな。まあまあ確かに、まあそのニューヨークでさ、希少価値的に、そうそう、ニューヨークでさ、日本人いっぱいあるじゃん。難しいでしょ。確かにそうか。確かにその目立つよね。フィールド的にはそっちの方がアイスランドの方が目立ちやすい。もしかしたらつながりも結構いるじゃないですか、アイスランドで。そうだね。なるほどなるほど。いやなんかいろんなパフォーマンスしていく中で、今月末とかも2個ぐらいあるじゃないですか。なんかテーマとかこういうことをやっていきたいみたいなのってあるんですか？僕あんまり正也さんから詳しく聞いたことなくて、気になってはいるんですよ。テーマとかこういうのを、これはアーティストに聞くのはご法度なのかな？どういうことを、いいことだと思うよ。どういうことを表現したいとかってあるんですか？そうだね。思い的な部分。まあ自分のこの芸術論を語るわけだね。照れるね。なかなか言葉に出さないですよね、多分ね。しかも日本語で聞かれることもなくないですか、あんまり。難しいね。でもなんかこうジャンルを問わず、なんか形にとらわれず、いろんなものを作っていきたいね。なるほど。バンドで演奏してもいいし、でクラシカル音楽みたいなそういうもっとアカデミックな音楽の作曲もするし、だけどノイズ音楽みたいな激しい音楽もするし、静かなもっとアンビエントみたいな音楽も作るし、だから自分はこういう作曲家でこれしかしないっていうよりは、その時に、自分の周りにある状況とか環境とか出会いとかを大切にして、でやっていきたいっていうのはあるかな。なるほど。だからそういうのも、自分の音楽のパフォーマンスのその根本にあるその、テーマというかメッセージも、結構その外部とやっぱりその自分の作品を作る時も、自分の想像したものを作り込んでそれを提示するんじゃなくて、その外にあるものを受け入れるようなものを作りたいっていうか、その頭の中で出来上がったものを出すんではなくて、その場であったりとか、環境、そのコンサートする場所の環境であったりとか、人であったりとか、オーディエンスであったりとか、っていうのをうまくその自分の作品に取り入れて、で内部と外部のなんかこう対話みたいなのができる、パフォーマンスだったりとか音楽をすごく大切にしてますね。なるほど。じゃあ軸はあって、真ん中はあるけどその他はもうそれぞれに応じていろんな対応をしていくってことなんですかね。対応っていうかそれに応じて表現をしていく、表現を変えていくみたいな感じなんですかね。水みたいにこう変わっていく、流れるように。そこまでこういう音楽を作りたいっていうまあ今までのさ作曲家っていうのはさ、結構この音楽を頭になるからこれをそのまま外で表現するみたいな人が多いけど、僕のアプローチはまあ何かあるけど頭の中に、でもその外にあるものにこう順応できるような形で提示して、でそれで外と中が一体となってこう、何かこう相互作用していくものっていうのを作りたくて、なるほど。だからそういうので自分のいろんな音楽を作る、いろんなタイプの音楽を作るって一つのジャンルに縛られないっていうのもそことそういうのにつながったり、それが理由になってるんですね。
確かに。なるほどね。うんなんか結構その回数もバンバンやるじゃないですか。うんすごい、なんか勝手なイメージなんですけど、コンサートって言ったら、なんか数ヶ月に1回とか、ドンってやって、また数ヶ月、まあ数ヶ月も早い気がするんですけど、勝手に。うん。なんか、月に2回、3回、わかんないですけど、うん多い時結構もっとやるじゃないですか。うん。そういうのも、なんかその場所もいろいろ変えて、その場で表現も変わっていくから、うん。できる、まあやりたいってことなんですかね。でそういうのもあるし、ちょっと、まあちょっと、去年はちょっとやりすぎたね。あ、そうなんや。なるほどね。だから今年は、うん。もうちょっと一つ一つ大切に重みのあるもの。でもなんでやっぱやったかって、やっぱりうん。経験積みたかったし、やっぱりやることから学ぶこと多いからさ。間違いない。そうですね。そう。だからそういうので、まあ、練習って言い方悪いけどさ。うん。うん。うん。まあその時場数でにできる全力をひたすらそ重ねていくってことですね。う。うん。なるほどね。なるほど。いそや、素晴らしいですね。なんかこういうの聞いたことなかったから面白いですね。まささんから。なるほど、ね。ありがとう。だから1月もあと2回あるって感じですもんね。そう。あとバンドやってるからな。それは、そうか。それはまた。それも聞きたかったです。バン応援ですよドとうん。個人の活動は一応別なんですよね。まあ別にしたくないんだよね。別ではないのか。で、僕視点は一緒なんですよ。うん。で、マサヤさん的には別なんですか？一緒なんですか？一緒だし別だしみたいな。あ、そういうこなんか、そのなんかペルソナというかさ、と。はいはいはい。演じるじゃないけど、うん。なんかそういう感じかな。なるほど。まあ、根本は一緒だけどって感じなんですかね。じゃあ、また一緒だけど。うん。なるほど。いいっすね。うん。なんか、アイスランドで、まあ、それこそ個人でもあったり、最初は多分個人でいろいろしてはったと思うんですけど、個人でその時々でいろんな人と、アーティストとコラボしてやったと思うんですけど、うん。今、アイスランド人の人も交えたバンドみたいなの組んでるじゃないですか。はい。なんかその、アイスランド人との出会って、深く関係がちゃんとプロジェクト作っていくっていうのに、なんか苦労した点とかあります？良かった点、苦労した点みたいな。ここ面白いな。ここなんか、例えばニューヨークと違うなみたいな。うん。とか。やっぱ全然ニューヨークって言っちゃうと結構あれだけど、はい。ニューヨークと比べた方がいい？それともアイスランドってこういう感じだねっていうの？いや、どっちでもいいです。話しやすい方で。アイスランドはね、本当にね、その瞬間。その瞬間のノリをつかめるか。なるほどね。なるほど、なるほど。うん。バンって上がるんですか？バンって流れ来て、うんもうすぐ。そう、だから変なこだわりとか、すごいエゴの部分があると、ぶつかっちゃうから、なるほど。すごいいい波乗りみたいな。なるほどね。サーファー。いい波来た。それに乗れるかどうかみたいな。そうそう。なるほどね。面白い。で、変になんかこうしたいとかってあんまりなんか変えようとしない、その波を。あ、その波に合わせるようにそうそう。乗ってアイスランド人アイスランド人っていう波が来たら、ふわーってこう、優しく乗っていく感じ。それは例えばアイスランド人が生んでる波もあるのか、もちろんアイスランドに来てる他の外国人、まあ日本人以外もいると思うんですけど、のアーティストの人たちが作る波も同じような波してるんですか？やっぱりここにこう何かあってこう、来たいって強く思って来るアーティストって、でもちょっと似てるんですよね、違う国の人でも。そうなんや。面白い。なんかアイスランドからこう、呼ばれてるんじゃないかなみたいなぐらい。なるほどね。なるほどね。なんかみんな共通の感覚みたいなのがね、多分ある。確かに何かしら理由がないとここには来ないってとこなんですかね、もしかしたら。なるほどね。そう、呼ばれてる感じ。なるほど。やべえ、話が面白すぎて終われない。終われないよね。難しいね。難しいですね。Hello!